講師で書道家の清水勝信です。今日は実用書道の基本点画の横画の書き方を解説をしたいなと思います。こちらの症状の書き方の68ページに対応している形になっています。で、こちらのページにあるように横画は3種類使い分けるようにしています。実際にはね、もっと細かいのいろいろあるんですけれども、分かりやすいように3種類ということで、こちらのページでは説明しています。で、それをね、一つずつ解説をしていきたいなと思います。はい、まず3種類なんですけれども、1つ目が起筆45度の横画、2つ目が軽い起筆の横画、で、3つ目が起筆90度の横画となります。それでは、起筆45度の横画から解説します。45度でドンと入れて、素質では少し上に筆を持ち上げるようなイメージでいって、最後はしっかり止める。こうすることで上が平らで、下が上がって下がるような形になります。よくね、トンスートンなんて言いますけれども、形としてはこの形が理想かなと思います。右上がりにはあまりなりすぎない方がいいですね。やや右上がりぐらいだと思ってください。では作例として、下とか、10とかありますね。画数が少ない時に使うことが多くて、この横画を強調したい時に使うことが多いです。10もそうですし、今のさっきやった下もそうですね。横画強調したい時、強い横画にしたい時はこの形を使ってます。で、次2つ目なんですけれども、軽い起筆の横画ですね。こうスッ入れてるだけ、こういう横画になります。イメージとしてはこう反ったイメージですよね。こういう反って止める。起筆ではドンって止めずにただスッと入れてるだけです。で、特徴としては少し右上がり、先ほどの強調する横画と違って少し右上がりになるという特徴があります。先ほどみたいな45度の起筆と違ってあまり強調したくない横画で使われることが多く、かなり多く使っていることが多いです。はい、では作例ですね。土の一画目とか、3とかですね。3は特に横画の使い分けが分かりやすい字なんですけれども、これ反ってますよね。スッて入れて反る。で、これもほとんど止めてなくてスッて入れてるのに近いんですね。で、そのまままっすぐ。で、一番最後3本目は、45度の起筆のちょっと強調した強い横画を使っています。はい、3つ目に起筆90度の横画というのを解説したいと思います。これはね、上から筆を入れて穂先の弾力で送筆で向かう横画なんですけども、こういうことですね。上からこっちから入れるんです。で、こういうイメージ。最後止めるのはちゃんと止めるんですけど、こう入ってます。こういうイメージですね。結構ね、細くて長めの横画に使うことが多いですね。あと、こう少し被せるようなイメージを描きたいとき使うことが多いです。で、今僕上から入れたんですけど、逆筆といってこっちからこう入れるやり方も全然構いません。これでも OK。で、これだとね、ちょっと技術的に僕は難しいと思ったので、本では採用しなくてこちらの方で書きました。できる方はこれでも OK です。これが使えると非常に文字の幅が広がります。表現の幅が広がりますので、
使えるようになるといいかなと思います。はい、では作例ですね。はい、井戸の井ですねの、2画目ですね。木っていう字の、ごんべんの2画目ですね。ここですね。で、ここを上からこう入れてるんですけど、対してこれはもうほんとスッとしか入れてないです。これなんかもそうですけどね、止めてないですね。楷書はもう字自体がもうカチコチのキリスト正しい字というかね、文字なんで、線の太さだったりとか角度だったりとか反りとかによって、表情がね全然変わってきます。で、今日説明した3つの起筆の書き方およびそれに伴う横画を使い分けることによって文字の表現の幅が広がってきます。で、基本的には最初に説明したこれか。基本的には最初に説明したこの45度できっちり入れてきっちり止めるっていうのは基本になってくるんですけども、あんまりね逆に使いづらいんですよね。例えばもう全部これに従って書いてしまうとどうなるか。はい、例えば今目って書いたんですけど、一画目の縦画の逆筆はちょっと気にしないでください。例えばこことか、ここもですよね。この細かい部分、ここちょっとあまりだけど、ここちゃんと止めてます。こういう部分、細かい部分で45度できっちり入れてきっちり止めるってことやっちゃうと、字全体がね重く感じるというか、ちょっとごちゃごちゃしたように見えますよね。特に僕たち実用書道は、細字といってちっちゃい字を書きますので、ごちゃごちゃしない方がいいのかなと思います。で、その他にもはい、さっきも書いたんですけども、木、ごんべんですよね。やっぱりちょっと字が重い感じがしますよね。こういうところ。こういうところやりすぎちゃうと。ここは止めてもいいんだけど。だから絶対にこうしろということでもないんですけども、特に強調したくないときは、軽い起筆、スッて入れるだけとか、起筆90度で上から入れるような書き方の方がいいのかなと思います。逆に強調して横画の時に軽く書いてしまうと、それはそれでねちょっと貧弱な字になっちゃうんですよね。例えばさっきの下もそうなんですけど、例えばこれ45度こうやってこういう線を入れちゃったらやっぱおかしいですよね。で、文字によってということになります。なのでその辺をうまく使い分けて、書くようにしてみてください。はい、以上、横画の3種類の書き方を解説していきました。以上参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。